イヤホンみんな歩いてる散歩しかしてない時丸です。皆さんこんにちは。今日はベアフットシューズですね。新しいベアフットシューズ紹介します。で、このね、結論言うとスキナーズというブランドです。皆さんご存知でしょうか？で、僕はこれ知らなかったんですけど、実は僕結構ベアフット系の動画よく上げてて、で、ルナサンダルの動画もこの間撮ったりしてるんですけど、そのルナサンダルの日本の代理店の方がですね、私の動画見てくださって恐縮ながら。で、それでそこの会社が扱っているブランドをね、のシューズをお送りいただきました。で、株式会社ロータスさんっていうね、多分ランニングとかアウトドアとかやってる方だったら結構知ってると思います。で、ロータスさんは全ての一歩を健康にっていう理念を抱えて、活動されてる会社で、取り扱ってるブランドはルナサンダル、それ以外にもアルトラとか、あとニーモとかですね、そういう風な、山とかね、ランニングとかアウトドアやってる人だったらもう知ってるようなブランドばかりだと思うんですけど、で、そこの会社が新しく取り扱い始めたのが、このスキナーズというシューズです。ベアフットシューズです。で、チェコ発ですね。はい。なので、結構ね、面白い感じになってるので、今日はこれを、開封しながら、どんな感じかっていうのを見ながら、フィッティングとか、サイズ感とか、そういうものについてちょっとざっくり見ていきたいなと思います。もう、今でも十分歩くのが楽しいんですけど、もう今ベアフットライフ5年目に僕突入していて、5年か6年かな。6年ぐらいに突入していて、最初サンダルから履き始めて、で、いろんなね、ベアフットシューズを履いてきたんですけど、ちょっと昨年ぐらいからそのハイブランドのファッションにもベアフット系のトレンドが取り入れられたりして、もう一回ね、見直されてきてるんですよ。ここ数年というか、ここ1、2年でまたぐっとそういう盛り上がりが来てると感じていて、で、日本でもね、こういうふうに代理店さんがあるおかげで、履けるシューズっていうのが、バリエーションが増えてきてるのはすごい嬉しいことだなと思いますね。ちょっと話長くなっちゃうんで、もう早速見ていきましょう。はい、開けていきますね。ここにまず文字が書いてあるね。Move without limits。制限なしに動けみたいな感じ。はい、一回出しますね。はい、出してみました。こんな感じ。いいでしょう。質感っていうか、全然ベアフットに見えないよね。こう見た感じでは。で、ちょっとまず最初にどういう風な歴史かっていうのを説明しておくと、2014年ぐらいにスタートしてますね。創業者のペトルさんっていう人が、旅の途中に友人が足を痛めたと。で、彼を助けるために、あり合わせの道具で即席シューズみたいなものを作ったと。で、そういうところから、ブランド誕生のきっかけになったと。だから2014年ってことなので、10年ぐらい経ってる。結構経ってますね。で、その応急処置をしてから、やっぱり足を保護しながら、で、靴下のようなそのしなやかなフットウェアが、やっぱりいいってことに気づいて、で、そういうものはまだこの世界に存在しないってことに気づいて、帰国してからすぐそのプロトタイプの開発に着手したってことです。だからルナサンダルとはまた違うね。ルナサンダルはそのタラウマラ族からの、走る民族からのインスピレーションを得てますけど、このブランドはその怪我をして、その怪我をしたところから即席シューズを作ったところから着想を得てるっていうね。そういう違いがありますね。で、クラウドファンディングから始まって、それが結構成功を収めてですね。で、そこから世界的に発展していったっていうふうな経緯になっています。で、日本に入ってきたのは今年入ってからですね。で、ウェブサイト見てもらうとわかるんですけど、いろんなモデルが出ているんですけど、これはですね、今回は僕が、これいただいたのは、これオールドスクーラーっていうモデルです。オールドスクーラー2というモデルになってます。で、本当にクラシックなスニーカーですね。見た目はね。でもちゃんとそのベアフットの思想っていうのは反映されていて、つまりゼロドロップになっている。つま先からかかとの高低差がない、モデルになっています。で若干この外から見た感じでは、ソールが後ろの方上がってるように見えるけど、履いてみた感じとか、中のこのソールの感じは、このね、厚みとつま先の厚みがほとんどね、変わらないんですよ。だからそれがゼロドロップっていう風な仕様になっていて、で、そうすることによって自動的に前足着地、あるいは足裏全体で着地するようになるので、関節とか筋肉の使い方が変わることになります。で、ヒールストライクっていうところで、かかとから
着地することによって結構膝の問題っていうのが起こるんですけど、それがベアフットを履くと、自然と前足着地になるので、足の故障が減るっていう風なメリットがあります。その分、慣れてない時は、足の裏の筋肉とか、そういうところに、負荷がかかるので、怪我には十分気をつける必要がある。で、徐々に慣らす必要があるんですけど、そういうところをね、徐々に鍛えていけば、今度膝の怪我っていうのがほとんどなくなりますね。で、むちゃくちゃ快適に歩けるようになります。で、もう一つのベアフットシューズの特徴としては、つま先のトゥーボックスの、幅が広いっていうことですね。で、これはそんなにその広さ感じないですよね。結構なんか、ナチュラルな普通のスニーカーに見えるんですけど、よく見てみると若干やっぱりこのトゥーボックスが広がっているようには見えます。で、これが広がることによって、足の指を自然と開くことができるので、いろんな効果があって、それは足の前足側をうまく使えるようになったりとか、あとは爪のトラブルが減ったりとか、で、あとはその足裏のアーチの部分を崩さずに歩くことができるので、圧迫感とか、その冷え性とか、そういうところからも解放されるっていうふうに言われたりしています。だから、このつま先がやっぱり開くっていうのが、ベアフットのシューズの結構重要なところなんですけど、そこもちゃんとカバーされている作りになっていると。で、僕が最初に感じたのはやっぱりこの質感の良さですね。このレザーなんですけど、で、結構ベアフットシューズでレザーっていうのは、あるにはあるんですけど、なんかね、このクオリティが非常に高い。で、これチェコのブランドなんですけど、作られているのはメイドインポルトガルですね。ポルトガル製っていうことになってます。で、これやっぱりレザーが上質なんですよ。もう見た感じ、もう見てすぐわかる感じ。で、イタリア製ですね。イタリア製のスムースレザー使っていて、で、スプリットグレインっていう、コンビネーションの使い方になっていると。で、ポルトガルの、熟練した職人の手仕事によって、縫製されているっていうね。だからなんかカジュアルなんだけど結構ラグジュアリーなところがあるというか、僕ね、昔マルジェラのシューズとか好きでレプリカっていうやつ履いてたんですけど、それ一足だけで暮らしてた時代とかあるんですけど、なんかそういう風な、ちょっとそういう雰囲気がありますね。なんかこの作りの細かさとか、結構その革の質感とか、このアッパーの作り見ると、結構そういうハイブランドの製法と近いような雰囲気がありますね。それくらいしっかりしています。で、レザーシューズのいいところっていうのは、耐久性がやっぱ高いことと、あともう一つ匂いが結構抑えられるっていうのがあって、だから僕結構ナイロン系のシューズも好きなんですけど、レザーシューズ履いてた時期も長いんですよね。で、やっぱり匂わないっていうのがあるんですよ。やっぱ明らかな耐久性の高さとか、で、あとこの皮が馴染んできて、エイジング感が出てくるっていうのも、レザー製品の良さで、で、そういうところもちょっと履き込んでいくのがなんか楽しみになるようなシューズですね。で、ワンポイントカラーが入っていると。で、これもう一つなんかブルーのカラーもあるんですけど、これはグリーンのね、なんか本当にクラシックなスタイルの見た目になってます。で、ルナサンダルのね、開放感に慣れてしまうと、夏場はちょっとレザーで足を包むのが暑いなっていう感じはあるとは思うんですけど、ただ、秋から冬にかけてね、これから結局もうすぐ秋になって寒くなるんで、そういう季節になるとね、こういうシューズって、レザーシューズって嬉しいですよね。で、ソールの部分はこういう風になってて、うん。で、結構ね、どういう風なグリップ感かわかんないけど、これは。使ってみないと。ただそんなにドットが激しいわけではないので、完全に登山とかアウトドア系っていうよりかは、どちらかっていうと街履き用っていう感じでしょうね。すごくいい感じです、質感。で、あとはね、この柔らかさをちょっと試したいんですけど、やっぱり、レザーなんで、そんなにぐにゃっとは曲がらない。ただ、普通の通常のレザースニーカーよりかは柔らかいですね。ぐっと曲げやすくなっています。これも多分履き込んでいけばね、革って結局、使えば使うほど柔らかくなっていくので、なんか自分で育てる楽しみみたいなものがあるようなシューズだなと、第一印象では思いました。フィッティング見ていきたいと思います。まずね、この足を入れた瞬間に、もちっとしてね、レザー特有の履き心地っていうか、それが非常に気持ちいいですね。もちっと感があるというか、そんな感じがします。サイズについては後ほど紹介しますけど、
一応薄手のね、ラン用のソックスを履いています。こんな感じです。全身のコーディネートを見てみましょう。モデルは東京都独身無職のアラフォーエクストリームミニマリスト。服がないので、バリエーション少なめです。しかし白い靴がワンポイントで生えているのがわかります。もう一つのバリエーション、唯一のバリエーション、ロングパンツです。ラフシモンズのいでたち勝手ぐらいに白と黒のコントラストが目立っています。肌の露出が少ない分、やや白い靴が浮く感じがありますが、これはストリートで使い込んで汚していくことによってより馴染んでくると思います。はい、フィッティングはそんな感じです。服のバリエーション少ない私なんで、それでも結構合わせやすいような感じになっています。で、サイズ感なんですけど、サイズは私選んだのが、US8 ですね。メンズの8を選んでます。で、41ですね。EU で言うと。で、26.7 っていう感じになってますね。なんで割と自分がいつも選ぶような、だいたいいつも 26.5 から27ぐらいのサイズをシューズ選ぶんですけど、普通のスニーカーを選ぶサイズでちょうどいいかなって感じですね。で、結構ベアフットシューズってやっぱりその前足の可動部が結構可動域が広がるんで、ちょっと大きめのサイズを選んだ方がいいっていうのも若干あるんですけど、これに関してはちょうどいいっていうか、ちょうどなんかスニーカーのサイズぐらいで全然問題ないですね。なんでちょうどジャストぐらいを選んで、26.7、っていう感じで、ベストフィットって感じです。で、なんか夏になると、ホワイトスニーカー履きたくなるんですよね、僕は。夏っていうか春から夏にかけて、結構ホワイトスニーカーを履きたくなる欲が昔からあって、なんでこれからね、まだまだ暑い日続きますんで、なんかこれちょっと履き込んでいきたいなと思ってます。で、ちょっとしばらくまた履いてから、なんか新しい発見とかがあればね、動画でも共有していきたいと思います。で、結構いろんなモデルがあって、一番代表的なモデルはムーンウォーカーっていうモデルみたいなんですけど、それがこのスキナーズを代表する、象徴するようなブランドになっていて、それも結構レザーで作られているものなんで、なんかそっちもね、良さそうなので、もしその新しいね、なんかベアフットシューズ探している方は、ちょっと自分の用途に合わせて選んでみてはいかがでしょうか。はい。ということで今日は、新たなベアフットシューズ、スキナーズについて、紹介してきました。これでね、まだまだ暑いですけど、ガシガシ歩いて散歩していきたいと思います。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。